イラストメイキングアンミ第5回背景仕上げ。人物の色塗りを終えたので、下書き状態の背景を整えていきます。スポイトで影の色を拾いながら影の形をいじります。人物が落とす影だけではなく、水面の影、砂の影など空間にあるさまざまな要素を関連づけていきます。波の動きを表現するために別レイヤーで当たりを作ります。当たりをもとに影やハイライトのリズムを考えて書き込んでいきます。実際の写真を参考にすると、波の線と砂のラインは平行であることがわかります。水のハイライト、泡、砂に落ちる影を一定の距離に保つことで、浅い澄んだ水を表現できます。指先ツールを使い、岩の影を歪めます。水の深さを表現します。画面左手前は水深が浅く、右奥に行くほど深くなります。海の色が整ってきたので、人手などそこにあるものを一段階薄い色で描きます。砂っぽさを表現するためにブラシの種類を変更します。ぼかしツールも使い背景になじませます。光の屈折によって水中のものは歪んで見えます。スカートのチェック柄を別レイヤーからスポイトして描写します。肌が濡れている雰囲気を出すために足に水の滴りを描きます。同じように髪や顔などにも雫を描きます。人物と背景がだいたいできてきたので仕上げに入ります。飛沫ブラシとペンで光の粉を散らします。肌に映る水面の光を薄く表現します。細部を調整します。イラストが完成しました。今回はラフから始めて20時間で全ての作業が終わりました。海の透明感を生かしてキャラクターや画面全体のみずみずしさを表現しました。女の子と水を描く一つの方法として、ぜひ参考にしてみてください。